にちは、それです。パリコレデイ7。いや昨日ちゃんとゆっくり寝たから結構元気が戻ってまいりました。今日行くのはですね、ニコラ・バスケッティに行って、その後中国のブランドかな、ちょっと気になるちょっと可愛らしそうなシューティング Q っていうブランドがあって、そこに行ってジャンポール・グルチですね。でオットリンジャー行って、最後にワイズの、本のレセプションパーティーがあるというので、そこに行ってフィニって感じですかね。はい、ニコラ・バスケッティのパレード東京にやってきました。大丈夫？あ、ソルクです。アイテムでちょっとスタイリング力をこう刺激するアイテム多いかなという感じはしますね。安全ピンモチーフが多いですね。これも安全ピンのノート見てほしいんですけど、安全ピンというとこの若者の叫びみたいなところがありますけども、モードというかシンプルに消化されてますね。ロックとかパンクっていう感じじゃないのが面白いなと。この首元のアクセサリーですね。これも安全ピン。アイテムそれぞれはちょっと使ってみたいアイテムがあるかなとか、思ったものが多いかな。安全ピン半分だけ使ったアクセサリーとか使ってみたいなと思うものでしたね。はい、ちょっと中入ってきましたけど、中国の感じなのかな。半屋外なので外の人も見ようと思えば見れる仕組みですかね。ファーストルックです。思った通り夢々しい。あ、でも綺麗な作り。次はテーラード、パステルテーラード、ちょっと可愛い感じですね。ジャケットと半ズボンって着たいな。しかもタイツのこの色の差し方もいいですね。こういう夢々かわしいものってなんとなく私のイメージですよ。クオリティがまだまだ追いついてないなっていうところ多いんですけど、この場合はちょっと違いますね。美しいものもちゃんと作れながら、自分の世界観、その夢々かわいいみたいなところを表現してるなと思います。このキラキラスカートかわいいな。半分スリット入ってるのか。デンマールとポッター、刺繍ビーズ。ナイロンの線がもったいないんだけどな。ミニスカートにこのレギンスの合わせ方、ありなのかなしなのかわからないところがすごいです。なんかギリギリの色合わせも好きですね。着こなしてみたいなって思わせるブランドだなと思いました。いいですね。黒い肌に赤いドレスが映えますね。綺麗。背中のカッティングも美しい。このカッティング、したのが来た。色合いもなんかこう
一つ間違えれば悪趣味みたいないいとこついてますね。下の長さが違うのはわざとなのかな、スタイリングなのかな。可愛かったですね。トレンチコートがカナピーで。可愛かった。見れてよかったです。なんか私のブランドって感じでしたけど、可愛い世界観なんだなっていうのを腹落ちしました。あとはそう思ったのには多分クオリティが担保してるなと思っていて、生地だったりとかふとしての丁寧味があったから私は好きでしたね。ちょうどエッフェルのたもとに来ましたね。ジャンポール・ゴルチエですね。よし、今日なんかあんまりもたもたしといてないからここで頑張りたいと思います。道の反対側にも人がびっしりですね。まあ、久しぶりのゴルチエのショーっていうのもあるけど、まさか半年でこんな状況になるとは。すげえ。はい、ゴルチエのショーから次オットリンチャーに向かっております。会場はこんな感じ。こっちの方が撮りやすいかもしれない。Perfect, thank you. それなりにキッズっぽい人は撮れたんじゃないかなと思っております。やっぱオットリンチャーっぽい人多いですよね。ということで次は最後の幼児さんですね。幼児さんが写真集を出したというところでそのレセプションに向かってみたいなと思っております。このお店でございましょう。うちの可愛い子ちゃんが多分ここら辺にいるんじゃないかなと思っておるんですけれども。いた完全に切り抜いてました。でも幼児さんだからって黒い服着てるのなんか素敵。私なんて真っ白だよって全然違うよみたいな。すごい素敵ですよ。ありがとうございます。あれ今大盛況。わーお。幼児さんっぽい人がいっぱいいる。確かに幼児っしゅな感じの目力が半端ない。あ、ちょっとこれ面白い。おやおや。橋本愛。かっこいい。かっこよー。幼児さんの下の店舗はこちらの。こっちはメンズが多いのかな。かっこいいお姉さんがいる。最近でもさ、この3本線で Y3 なのかアディダスなんかわかんないんだけど、すごいよく見るの。そうあれって思ってて、とりあえずこの人はすごいっていう。いや本当になんだろう。いいこと起きそう。はい、というところで幼児さんのところに行って帰り道です。ということでまだまだ明日明後日ですね。あるので早めにお二人と会おうと思います。パリコレデイ8残り2日ですね。今日はこれから堺に行ってコペルに行ってミュウミュウ行ってミュウミュウが最終日ではなくて最終日から2日前になったんですよ。これも大きい変化ですよね。びっくりしました。でジマーマン行ってトム・ブラウン行ってポーラ・カサノバに行っておしまいですね。堺が楽しみなんですよ。今回前回ご紹介したかな、堺の事務所があったと思うんですけども、佐賀に開いた、そこが会場になってるみたいです。ここですね。スナップ撮ってから来たいなと思っております。会場こんな感じですね。何か配っております。抹茶。Thank you。ショールームだったところが今回こんな会場になっております。始まりました。から始まってますね。すごい形の変わったスカートで変形物が多い感じがしますね。黄色が入りました。シースルーのパンツなんですけど、一見
ポロシャツの変形みたいな感じですかね。ニットになんかハトメみたいなのがたくさん入ってる感じ。かわいいな。お得意のドッキング。コートをスカートに見立てたというか、コートをスカートにした感じですかね。これ私好きです。いろんな色と柄が混ざり合ってるやつです。これも好きですね。やっぱ個人的にやっぱ色とか柄の気分なのかもしれない。私はね、これ今ショートジャケットだけど、もしかしたら上から解いたらロングジャケットというか、すごい引きずるくらいのロングになるのかなと思いました。同じシリーズがですね続きますよ。なのかなと個人的には思っております。スイードかな、これ好きです。ジャケットの変形シリーズ。ホイットニー・ヒューストン。酒井さんです、はい、今日の酒井どうでしたでしょうか。今シーズンのそのトレンドちょっと短いだけだったりとか、そのアイテムをこうバルーンにしたりとか、なんかそういったフォルムもすごいなんかこうフォーカスされてたのかなと思ってすごい素敵だなと思いました。ありがとうございます。なんか欲しいのありました？欲しいの？なんかシーズンが可愛かったですね。フリンジがいっぱいついてて、確かに確かにあれ可愛かったですね。安倍さんがやっぱりインタビューに答えております。そのこれからも自信を持って私も生きていけるし、スタッフもなんかそういうことを、皆さんにも伝わって自信があればなんか自信を持って生きていけるっていうメッセージありがとうございました。ありがとうございました。どこから見ても酒井っていう釣りしました。今、佐川って書いてるところなんですけども、シルエットがとにかく際立ったシーズンだったなって思いました。で、前から見ても後ろから見ても横から見てもシルエットがこういう見た場所によって全然違う、なんかすごく面白いシルエットになってるなって、それが強調されてるなって思いました。あとはですね、そのシルエットが強調さボヨンボヨンってなってる分、歩くたびにそれがふわっふわっふわって揺れるんですよ。それがすごく見てて美しかったなって思いました。なのでこう人の体を通してより美しさが際立つ服っていうことを改めて酒井の服見て感じましたね。あとはナオミ・キャンベルが出てたんですけど、ナオミが出た段階でホイットニー・ヒューストンのあれが流れたじゃないですか。エンダーってやつ。あれは自分的にすごくタイミング良すぎてエモかったです。はい、ポンピドゥに来ました。コペルニのショーですね。この人がね、めちゃめちゃ面白いんですよ。面白いんですよ。わおわお。でもちょっとお尻かわいいな。もう始まってる。ここは撮るのに専念したいと思います。ミュウミュウ祭りね、楽しまないと。なんでここで踊りの練習をしてるんでしょうか。なんかすごい。ニーナ、ニーナ、ニーナ、ニーナ。Here please, here please. Messi. Have more. Thank you so much. This way please. Thank you. はい。ミュウミュウ劇場終わりました。2時間くらいずっと撮影した気がする。いや、はい、左岸に移動しましてトム・ブラウンの会場ですね。これはむずいな。多分これ誰か来んだな。
はい、トム・ブラウンはまあな感じで撮れましたかね。一人すっごいかっこいい人を撮りまして、近々 YouTube か私のインスタかなんかで載せようかなと思うんですけど、トム・ブラウン着ながらトム・ブラウン超えた着こなしの人を一人撮れて、なんかね、ヴィンテージのナポレオンジャケットとトム・ブラウン合わせてる人がいて、それがめちゃくちゃかっこよかったんで、まあその人撮れたからよしとします。というわけで次に向かうはですね、ちょっとだけ時間があるので、まあ行き着いてからのお楽しみということで、ポアラーヌ。前回もポアラーヌ来たと思うんですけども、実はですね、サガン、ここサガンなんですけど、サガンのここが本店なんですよ。お目当てのあいつを買っちゃおうかなと思ってます。これ、こういうんすよ、こういうんすよ。これが欲しかったんですね。お土産にするなり。これは今回だけのハロウィン用仕立てみたいな感じなんですね。なんか知らない間にいろいろ増えてますよ。わーんし。ゲットしました。はい、ちょっと早めにね、ポーラカノバスデルバスに行ってみたんです。会場がここなんですけど、普通に今営業していて、やるの本当にっていう感じなんですよ。カフェの前に車が止まってて、それでカサノバデルバスのプリントがあるから、やるとしたらここなんだけど、こんな感じでやるの？本当？オーダーできんのかなと思ったら、オーダーまでできるっていう。というわけでゆりちゃん来ました。お疲れ様です。本当にプレゼンテーションがあることを祈りつつここ始まったけど、なんかバスルームみたいのが急に現れましたね。あれいきなり現れた。バスルームで新聞読んだり、こう身だしなみを整えたりしてる感じ。あ、ヨーヨーしてる、うまいな。ポーラカノバスあるある寸劇を始めております。今回はすごいフラッフィーな感じですね。モコモコのトップスとかパンツとか、関係者もそうじゃない人もいろいろ巻き込んだゲリラショーみたいな、いろいろ巻き込んだゲリラショーみたいになっております。最近どうよ。まあもちもちでな。まあ強いて言うとしたら3人で15分くらい持たせるので結構きつくない？わかるみたいな話をしてるんじゃないでしょうか。なんか脱いでるってことは、なんか新しい服に着替えるんじゃないでしょうか。疲れたっと伸びてっと、いろいろ伸ばしてっと、脇伸びるなー、気持ちいいなー。で、足のストレッチもしなくちょっと太ももの後ろ伸びるよねー、いいよねー。これ使える時にやっとくとね、いいんですよ、夜寝る前とかにね。なるほど、こういう風に3人のモデルさんがいろいろ着せ替えながらやるって感じなのかな、今回は。はい、黒くなりました。現れました。これちょっと見てもらっていいですか。最近見つけて面白い画像なんですけどさ。ちょっと私着替えなきゃいけないんだった。バイバーイ。まだまだプレゼンテーションは続くと思うんですけども、ちょっとそろそろおいとましたいなと思います。なんかこういういろんなものをこう街とかいろんなものを巻き込んでも、それを全部インクルードして、なんか誰もこう文句言わないっていうか、はいお服止まりねみたいな感じで住んじゃうのはパリの良さだなって思いましたね。こういうこともあるねみたいなっていう、そのなんだハプニングを楽しめるっていうんですかね。その気持ちがパリにあるからすごく良いなって。パリというかパリの人たち、パリにいる人たちかはあるなと思いましたね。最後の一日はすごい楽しんでいきたいなと思います。最終日ですね。なんか振り返ってみればあっという間だったなっていう感じですかね。で、今日最終日最初に行くのはココスタディノフに行って、その後にクリストファー・エスペルに行って CFCL ですね。でピエール・カルダン入りだけ除いて、最後メリル・ロッケですね。
注目の最近マルニのクリエイティブもやることになった。で最後は美味しいご飯食べに行きます。私が一番好きな場所、ここから見るエッフェル塔が美しいんやでって話しませんでしたっけ。ちょうどねパレード東京ですね。パレード東京から見るエッフェル塔がこれは美しいんですよ。私ここの景色が一番好きです。はい、パレード東京の中入ってきました。今回はなんかいろんなパネルがありますね。ノートを見るとですね、面白いことが書いてありまして、今シーズンはどんな風に着るかっていうことにポイントを置いているみたいな、まさに私が毎回言ってる何を着るかではなくどう着るか、そういうところに、ポイントを置いているみたいなことを書いてありますけどね。ファーストルックです。なんか頭にシルバーのがついてますね。頭のアクセサリーがなんか特徴的ですね。シルエットはキコって感じですね。なんかザ・キコな感じ。キコってやっぱり一瞬でキコってわかる色使いだったりとかシルエットしてますよね。ちょこちょこすごく造形的な彫刻みたいな洋服が出てくるんですけど、形綺麗そう。この赤と金が効いてますね。全体的に柄がエスニックな柄多いなって思います。中東とかアジアとか、あとはインディアンとかの柄が多いかなって気がしてますね。なんかトロンプイエみたいなトップスですね。面白いこれ。カエルの申し子みたいな感じのやつが来ましたけれども、カエルの国からやってきたみたいな感じしますね。なんだろう。私は割とこういうの好きですよ。なんか民族衣装でありそうな感じ。ファッションジャーナリストの栗山糸井です。栗山さんです。キコのショーの後だったんですけども、いかがでしたでしょうか。いつも不思議な、世界観を表現していて、今回もトレンドとか、そういうメインストリートが全然違うところで違いますね。完全に違いますね。いつも考えてやってるんだろうなっていうのは分かるんです。ちょっとでも理解するのが難しいのかな。でも着てる人は独特な世界観を持ってる人だと。やっぱりみんな同じ感じよりは、いろんなキャラクターがあって面白いので、独自の世界観を貫いてほしい。ありがとうございます。というわけで次来ました。こんな感じですね。結構きれいめなお姉さんがたくさんいるのかなと。こんな感じ。大人な感じ。オーストラリアのブランドでちょっとラグジュアリー系なのかなっていう感じがしております。顧客さんも割とそんな感じというか、なんか綺麗な人が多いなというのが印象ですかね。な感じなんですかね。結構ゆったりとした袖が結構長くなってますね。割と日常ウェアな感じがします。モデルさんの顔かわいいな。これ何でできてるんだろう。ボタンがたくさんついてる。そんなわけではない。みたいなのがいっぱいついてちょっとサファリっぽいかな。こっちは冬シリーズ。すごいデザインが結構効いてるものから日常使いまで結構レンジが広いなと思いますね。これもちょっと季節用の笛みたいなのがついてたりとか、水着なんだかスカートなんだかみたいな。裏が取れたみたいなデザインになってますね。面白いな。プリントで表現。この人めっちゃ気になりますね。タトゥーなんだけどお坊ちゃんみたいな感じで。
かすると可愛く使えそうな気がしますね。私この色使い好きですね。黄緑とオレンジか。この人がデザイナーさんか。じゃあどうぞお願いします。私から、でも今回は前回より良かった。あ、本当？素材がオーストラリアのデザイナーらしく、自然の要素を感じる素材いっぱい使ってたし、フォルムとかもちょっとエンジニアリングなアプローチなのかな。なんか最近のブランドに多い感じで。エンジニアリングってどんなの？なんかこうコルセットの中に入れてて、胸までこうパキってなってる感じ。とかストレッチ素材とか結構使って。なんかエレガントなんだけど着心地がいいみたいな感じだったけど、今回はなんかそういう素材をいろいろ使ってたのがなんかちょっと面白かったなと思いました。テクスチャーもすごい面白かったし、なんかその自然、だから海とのつながりみたいな、多分オーストラリアだから多分きっと海が身近にあるところに育ってきた人なのかなと思います。どっかその水着みたいなやつをディテールで組み込んだりとか、前回よりは僕もすごいいいと思う。なるほど、やっぱ水付けてないと分かんないものですね。はい。で、次は CFCL の会場に来ました。ちょっとスナップ取ってから入りたいなと思っております。ギターを弾いていたりとかですかね。なんか音楽この間も確か生演奏だった気がするんですけども。始まりました。ファーストルックです。モノトーンから始まって。あ、靴かわいいな。して可愛いですね。いわゆるCFCL らしいシルエットって感じしますね。このなんかトップス可愛いですね。透け感があって清潔感があるクリーンな透け感ですね。歩くたびにポヨンポヨン揺れてて可愛いですね。足元の揺れが足元が揺れることによって下の生地が見える感じがいいですね。ポヨンポヨン感かわいい。こういうのって見てても楽しいけど歩いてる自分が楽しいんですよね。このペールトーンのピンクもいいですね。足音だけカツカツ響くのもなんかちょっと緊張感あっていいですね。学校の先生とかがこれ履いとくとさ、先生が来たからすぐに席に座ろうみたいになるんじゃないでしょうか。あ、そろそろ来たぞみたいな感じで水玉を縫い付けてあるのか。こういうパンツ私は絶対好きなやつですね。でも透け感があるんだね。なので暑苦しくなく着れますね。これもなんか色のグラデーションが美しい。白の下にいろいろ色が重なってますね。何色ってこう表現できない感じの曖昧なこう朝ぼらけみたいな色がいいですね。めっちゃファッサファッサしとるやんけ。はい、今 CFCL 終わりました。なんか今回は私はすごく色使いがすごく美しかったなと思いました。特に黒ですね。なんか春の夜の星空みたいな感じでキラキラして優しい暖かい黒が多かったなっていうのが印象でしたね。見ててちょっと浮遊感みたいなふわっとした心がちょっとこう軽やかになるような色使い、あとは素材ですかね、透け感とかもあったからを感じましたね。はい、で次はピエールカルダに来ました。これは入りだけさっと取って最後の本丸メリリロケンに臨みたいなと思います。こんな感じなんだろうな。ちょっとピエールカルダでカラフルなイメージはありますね。確かにね。Perfect, thank you。子供の時階段の時に落として楽しいですね。ビョンビョン跳ねるやつみたいなドレスを着ております。はい、
メリル最後の紹介場来ました。今メリル、あれですよ、マルニのクリエイティブダイレクターになったりとかで、今すごい勢いがあるブランドらしくて、席取るのも結構大変って言ってましたね。真っ青な空からのメイルのピンクの世界。ラストルックです。このベルト、見覚えあるな。黒にカラフルいいですね。いいですね。なんかすごい中が派手だけど上着がバッサーとかだけで、その中の派手さを地味さで消している感じがいいですね。何ですかこのベルトは。今回このベルトすごいよく見ますね。メリルにおいてね。シャツオンシャツも結構ストリートでもランウェイでもよく見かけたなと。ランウェイだとロエベあたりもやってたような気がします。強い。このカラフルな感じもいいですね。カラフル&地味っていう感じがいいですね。これもすごいカラフルなんだけど、黒があることによって締まりがありますよね。ブルマ可愛い。男の子のブルマ可愛いです。お花を運ぶためだけのバッグってなんかロマンチックでいいですね。これもパワフル。後ろレザーなのかな。なんかクリーミーなのが来た。ふわふわや。バラがスカートに縫い付けられて、その上をシュールで囲ってるんですね。なんかこのギリギリの色合わせ私好きですね。ありかななしかな、いやどうなんだろうって思ってるうちになんかこういっちゃうみたいな感じの。いやーよかった。はい、ビジット4の西脇さんです。どうでしたか？いやーなんか好きです、うん、大好きです。だって全部写真撮ってたもん。全部写真撮った。お客さんが好きそうなものとかもいっぱいあったし、うんうん、もうこれ絶対買うぞって決めてんなる。この何、はい、何2ルック目のなんかノースリーブのニットがすごい可愛い。あ、ちょっと楽しみですね。まだ楽しみですね。そしてビジット4で見るのも楽しみです。ありがとうございます。またじゃあ大阪来た時はよろしくお願いします。お願いします。目の超えたバイヤーの人がこんだけ目キラキラ輝して言っているのはってあんまりないなと思うから、なんかやっぱメリルすごい今勢いあるなと思いました。あとはですね、私がすごい好きだったのは色の使い方ですかね。くすみかけるくすみのちょっとこう普通じゃしないようなありかななしかなの色合わせをやってて、見てるうちにありかもしれないとかって思ったりするところとか、締め色みたいな感じで地味なものを合わせるところとか、やっぱここでも色の使い方がすごい気になったなっていう感じですかね。今から最後の、晩餐ディナー行ってきたいと思います。皆さん覚えておるでしょうか？関くんです。お疲れ様でした。わーい。最高でございます。最高でございます。はい。今、ホテル戻ってきました。なんかね、お家帰ったら、ホテル帰ったらね、ホテルからね、気をつけて帰ってくれキットがありましたよ。何年前トラベルエッセンシャルズですね。こんな気遣い超優しくないですか？嬉しい。ということで、今からパッキング頑張って、5時半に、お車がお迎えに来るので、それに従って、ちょっと頑張りたいなと思いますと思っているんですが、もうだるい。もう眠い。すごいや9時のフライト、9時5分のフライトなんですけど、今、7時52分。あと1時間。絶望的です。最終日にこんなになった。
はい、結局飛行機はね乗り遅れて、いろいろ交渉したんですけどダメだったので、フライト買い直し、明日の夜の7時の便のアナ直行になりました。いやー、手痛い出費、まあ仕方ないのでとりあえずもう一回ホテル取り直して一旦パリ戻ります。いやー、ようやく帰れますよ。ファイナリーですよ。ゴーバックホームですよ。最後いろいろありましたけど、それを含めて高い勉強代出したけども、それはそれでいい体験できたんじゃないかなと思っております。今回のパリはですね、新陳代謝が行われたなって、世代が変わったなっていうのはすごい感じます。それはショーを見て思ったことなんですけれども、あとは、ストリート見て思ったことは、なだらかな感じで、やっぱりトレンドが移り変わってるなっていう。いつもよりも明確ではないけれども、だからこそしっかり見ていかないとわからない流れっていうのが確実にあるなっていう感じがしましたね。今回のトレンドはすごく大きな分かりやすさではないから、すごく小さな変化っていうところが積み重なってる形になってるから、そこの小さな変化っていうのをすごく敏感に感じ取って察知して、それを掴み取れることが大事じゃないかなって、お疲れ様ですと思ってます。そこら辺ちょっと今知り合いになりました。で、そういう細かいところをすごいニュアンスみたいなところなんですけども、丁寧に11月28から12月14ですね、シュトレファッションスタディア伝えていきたいなと思っているので、ぜひよかったら聞いてみてください。あとは、パリコレ動画、たくさんコメントいただいてありがとうございました。すべてに返してるわけではないんですけど、一個一個目通させてもらって、力をもらっています。あとはですね、この動画が楽しいな、シュトレイチャンネルいいなと思ったら、ぜひ応援の意味も込めて、いいねボタンと、あとはチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。